館林様、私はこちらで失礼いたします。ああ、ご苦労だった。気をつけて帰るように。ありがとうございます。ではまた明朝に。今戻った。お帰りなさいませ、甲斐様。皆様もご一緒に。時藤は返した。時藤様はお子様がまだ小さくていらっしゃいますから、気がかりなのでございましょうね。では、薫様、カホル様、ユウマ様もどうぞロビーへ。そんなに心配なら、お送りになればよろしかったでしょうに。え？まあ。時藤さんは出身校を切っての女丈夫です。そうそう彼女に害なせる者がいるとは思えませんが。いや、そうではなくてな。あれ、館林様、お顔が赤いですよ。よさないか、お前たち。ふふ。ユウマ、お前まで。まったく。時藤のことはもういい。それより、この報告書の内容は事実なのか？何の意図で知らせてきた？我々に報告書をよこすほど信憑性が高いなら、なぜ先に知った者たちが動かない？はい、それは。出どころを明らかにできない情報なのでしょう。参謀本部としては公に動けないため、あえてリークして、友軍である我々が動くよう促したのでは。ふん。どうせいつもの嫌がらせでしょ。あいつらと同じ、神職14家、家族の僕と兄様が館林様の下にいるのが気に食わないんだ。薫、口を慎め。それではまるで、館林様に責めがあるようじゃないか。
だって奴ら、神職だなんて偉そうにしてるけど、遺跡も含めたほとんどが男爵じゃないか。二つも爵位が上の館林様に対して何様だよ。確かに、無礼にも程がありますね。僕たち兄弟が目障りなら、はっきりそう言えばいいもの、影にこもってる。同門ながら恥ずかしい。陰州にしがみついてばっかりの役立たずのくせに、同族でつるんでさ、バカみたい。ねえ兄様、いっそあいつら、まとめて切ってやろうか。なんだよ、やめろよ、ガキ扱いすんな。彼らが我々に対し腹に一物あるとしてだ。なおのこと我々が功績を立てる手助けなどせんと思うが、どうだろうな。はい、そう思います。ですからこの報告書、何かの罠かと。罠か。陸軍のお家芸だな。とりあえず行ってみよう。罠だとしてもたやすくそれにはまる我々ではない。そうですよ、館林様。僕たちがいるんですからね。誰が襲ってきたって返り討ちにしてやります。薫、お前の容体はまだ安定していないんだぞ。そう生きり立っては傷に触れ。手当てを。うん、ユウマ。じゃあ兄様、館林様、あっちの部屋へ行ってきますね。甲斐様、お茶のご用意が。おや、お二方は？別室で手当て中だ。すぐ戻る。さようでございますか。では薫様と優馬様の分も置いておきましょう。カホル、お前も座れ。茶が冷めるぞ。申し訳ありません、隊長。神職14家の者どもが余計な干渉ばかり。いや、それは気にしていない。では、何を考え込んでいらっしゃいますか？この国を憂いていた。
秦国日本は今、かつてない異敵の脅威にさらされている。欧米列強は、アジアにおける我が国の覇権を奪い、平坦線を断とうと虎視眈々だ。まさに気球存亡の時だというのに、肝心の国家中枢は、相も変わらぬ内向に明け暮れている。海軍と陸軍の対立しかり、欲の絡む家族の暗躍しかり。そのようなことをしている場合ではないはず。今こそ、天子様のご意向のもと、軍、官、民が団結して国力をつけるべきだというのに。隊長の憂慮、ごもっともです。私は伊勢の名にかけて天使様のために働く所存です。弟も思いは同じくしておりますから。そうか。だが、天使様は、一君万民といただくにふさわしい英明なお方だ。今はまだ幼くあらせられるが、いつかきっと。はい。私もそう信じております。天使様が正しく国をお治めになるために、我が隊は存在する。ご政道の妨げとなるものを除き、お守りせねばならん。頼むぞ。はい。2週間後、天使様のご行慶が予定されている。皇帝は大通りだけで警護もたやすいだろうが、皇庫の憂いは立っておきたい。当日の備えはもちろんだが、ご行慶の日までに立てつく者どもをすべて捕らえておくのが最も安心だ。強攻策も辞さぬから、そのつもりでいてくれ。しぐれのことですね。ああ。ユーマにとっては辛かろうが、耐えてもらうしかない。術もなるべく用いたくないが、致し方なかろうな。
ただいま終わりました。紅茶だ。いただいてもいい？なんだ、カオル。行儀の悪い。兄の横に座って飲みなさい。はーい。ユーマ。後で時藤にも電話を。明日、情報のあった場所を偵察。何もなければそれでよし。異常あれば状況を開始する。双子たちも分かったな。明日、ひとまるまる根津神社だ。1時間前ここへ集合のこと。ねえ兄様、今日の任務は終わりでしょ？僕、ビリヤードしたいな。お前、館林様の指示を聞いていなかったのか？明日に備えて体を休めなくてはダメじゃないか。僕は平気だもん。ちゃんとユーマに手当てしてもらったしさ。少しだけなら私が付き合ってやってもいいぞ。本当ですか？はい。じゃあ早く行きましょ申し訳ありません、館林様。ジーヤに見つかると夜更かしはいかんと小言を食らうからな。静かに。皆様、こんな夜更けにどちらへ？いや、その。もしやビリヤードルームへ行かれるので？でしたら、お飲み物はお茶でなく、カルバドスかマラスキーノがよろしいでしょうかな。カイ坊ちゃま。坊ちゃまはやめろと言っているだろ。自分は失礼いたします。ユーマは一緒にビリヤードしないの？はは。申し訳ありません、隊長。気にするな。慣れている。
もう少し早く出ようと思っていたのにな。本当にここでいいのかな。ひょっとしたら無駄足だったかも。お前、何をしている？え？しぐれさん！何をしにここへ来たと聞いてる。俺の邪魔をするなら敵とみなし、切る。あなたを探しに来たんです。こんなにすぐ見つかるなんて思いもしませんでした。よかった。しぐれさんに会えて。慣れ慣れしく呼ぶな。だいたいお前。すみません。まだきちんと名乗っていませんでしたね。私の名前は柊京一郎です。京一郎とお呼びください。そういう意味で言ってるんじゃない。まったく。まあいい。気が済んだらさっさと帰れ。どうしてですか？せっかく会えたのに。俺と一緒にいたらまた軍人どもが来るかもしれん。一昨日のように資料をけしかけられても知らんぞ。お前は大層な浜の刀を持っているようだがな。そのことです。しぐれさんにいろいろ尋ねたくて探しに来ました。俺は忙しい。手短に話せ。私は昨日帝大の図書館へ行ったんです。初めてしぐれさんと会ったあの図書館。そこで私は資料を見ました。資料は私の体を乗っ取ろうとしました。そうすれば生き返れると何者かに教えられたようです。よく無事で済んだな。やはりその刀で防いだのか。そうだと思います。資料は私の刀を見て怯えていましたから。なるほどな。いいだろう。
聞いてやる。俺に尋ねたいこととは何だ？はい。まず、この国に何が起きているんでしょうか。それを知ってどうする？わかりません。ですが、今この時、私が帝都に来たのには意味があるような気がするんです。天命というものがあるなら、私はそれを全うしたい。それがこの国の根幹に関わることならなおさら。世間知らずな文弱の輩と思っていたが、案外肝の据わった奴らしいな。しぐれさん？国がどうこうと聞かれても、そんなのは俺の思惑で動くものじゃない。だいたいお前の質問は欲張りに多すぎる。すみません。ま、その気骨に免じて一つだけ答えてやる。お前が一番知りたいことは何だ？言ってみろ。